はい、こんにちは。千葉ゲームアワード2025ウィンター始まりました。よろしくお願いいたします。これはボスがいっぱい出てくるという感じ。なるほど。そういうゲームで、なんか派手なボス戦だけ楽しみたい人とか、そういう人にはいいのかもしれないですよね。これはなんか観察をさしてゲージを貯めるっていうのがちょっとどういう緊張感になるのかっていうのはぜひちょっと皆さんプレイしてみていただければ良いかなとございます。忍者らしい瞬間移動っていうのができるのが特徴で、区内を投げるとその位置に瞬間移動ができるというなんかそういうシステムでちょっとかっこいいスタイリッシュなゲームになっております。僕ちょっとねやったんですけど割と歯ごたえがありましてですね、練習必要かもしれない僕とネゴさんは難しい。これはですよね、絵柄もいいし、はい、このパソコンのインターフェースの感じとかもね、すごいレトロ可愛いっていうので、刺さる人には絶対刺さると思うんですよね。で、下にテロップ流れてますけど、クビにならない程度に上司を罵ってほしいっていう依頼が来るっていうことで、なんかそんな依頼すごい依頼が来るんだよなクライアントね、ちょっとやってみたいですね。でもね、はい。シム系とかシミュレーションっていうので合ってるんですかね、ジャンルとしては。もう大好きで時間解けるやつですよね。また惑星系とかスターモチーフとかっていうのが私個人的にすごく好きで、自分の中の子供心がすごくくすぐられるというか、めっちゃでかくて不思議な生き物の背中に村があるっていうので、単純な村づくりとも違う感じがあると思うんですよね。すごいそれがロマンで、私化石とか恐竜大好きなんで、私てっきりお寿司が流れていってちゃんとその先に来た人から食べれるのかなって思ってたんですけど、無法地帯なんですよ、ゴブリンたちは。ゴブリンですからね、なんつってもね。だから、やばい、お客さん待ってるって思って作ってるのに、順番的に他のお客さんが同じものを頼んでたら、来たじゃんって食べられて、私はちょっとゴブリンと喧嘩を何回かプレイ中しましたね。なんかそういう見た目のローグライク系のゲームと思うんですけれども、メタ要素があるということなんですね。これやっていくとキーボードでやると WASD で移動するじゃないですか。でそれが、いきなり使えなくなったりみたいな、なんかこっち側の、なんというか現実方面を制限されるみたいなちょっとメタ要素があるっていうのがなんかすごく面白いというか。で本格的ですね、割とね。で戦闘がねかなり、レベルが高くて、近距離遠距離使い分けながらというのとパリーの要素があるということで、この手のものが好きな人にはちょっとたまらない感じになっているのかなという気がいたしますし、メイドさん萌えの人にもねいいのかなと。この辺のなんかその黒と赤のコントラストというかシルエット的なところっていうのはなんかこだわりとかがあったんですかね。このビジュアルは影響を受けたゲームがありまして、インディーゲームのリンボっていう作品。あのゲームのアートにすごく影響を受けて、そういう表現を作りたいなって思って。床を掃除しながらなんかね、ちょっとどういう世界か分かんないですけど、敵が攻めてくるんですよ。掃除しないと敵が増えるんですね。そこのなんか汚れてるところからなんか湧いてくるんですよ。だから掃除しないといけないんですけど、掃除してる時って銃が撃てないんですね。で銃が撃てないのでやられたりするで素早く殲滅しつつ床をきれいにするっていうのが結構新しいかなと思いますし、一番好きなのは僕が5話が一番好きなんですけど、それが一番大きい理由で、2番目の理由は5話ゲームもある、そしてログライトゲームもある、ドットゲームもある。でもこれを全部合わせた5話ドットログライトゲームはあるかなと思って、ないなら僕たちが直接なんか作ってみようって、こんな感じで始まったんですね。実は僕ピアノ弾けるんですよ。知ってました？すごいじゃあもう加藤さんこれ完璧じゃないですか。いやだと思うじゃないですか。僕がピアノ弾けるんで
割と普通の人よりはいけるかなと思ったら全然そんなことはなくて、あれネゴさんはピアノに似てるっておっしゃったんですけど、僕はピアノとは似てないっていう説を主張いたします今ここで。なので、いわば君主が暴君なので、その暴君からの命令というか7日間以内にこれをこなさないとお前はもう物理的にクビだみたいなことを物理的にクビちょっとパワーワードすぎませんか。物理的にクビ斬首みたいなそれを乗り切っていくっていう冒頭の部分で、主人公の女の子がいるんですけど、その子がベッドから飛び起きるシーンがドットで表現されてるんですけど、表情すらももうアニメーション見てる感じで、ドットがこんなに表情つけられんのっていう、まずそこのクオリティに驚いて、ちょっと反射神経が遅れると青い足場消えたっつって落ちたりするんですよね。これ本当にいい難易度だなって思いました僕は。やってて思いました。私もいい難易度を頭の体操にもなるんですよね、だいぶね。あれめちゃくちゃ楽しくて、ここ赤って言ったら自分の足場が青で消えてそのままジャンプボタンを押し忘れて死ぬみたいなモーションレックって本当に名付けもタイトル付けも素晴らしいなと思ってて、録画本当にそうなんですよね。動きを録画してそれによってステージを攻略していくっていうので、こうすればいけるじゃんにたどり着いた時のカタルシス。そうですね。いやこうだってなって、そうこうしたらいけるやんっつって。自分でこのトゲはここに置こうとかっていうのが、設計図があって、設計図の中でここに防御のやつを組んで、ここに攻撃を組んでっていう風にできるので、自分の好きな、本当に好きな武器の形にカスタマイズできるっていうところがすごく面白くて、いいからすごい意地悪な選択肢をするのが、そう俺もそれなんすわ。俺もちょっとイラッとこっち絶対に好感度下がるよなっていうやつを選んでも家系が可愛いから2人デビルンとそのキャラクターたちのそう可愛いから結局和やかになるんだよな最後にっこりみたいな、いやこれさ泣きます。これは泣きます。それぐらいもうゲームの序盤からメッセージ性を感じるゲームなんですよね。特になんていうか、おばあちゃん子だったりとかする人がやったら、多分やばいと思う破壊力が。今回スライムの猫ちゃんになってるわけだから、もう伸縮自在で、むしろその体の大きくしたり小さくしたり分裂したりでこのパズルをね解いて突破していくっていうゲーム性になっております。キービジュアルっていうんですかね。あれに出てる猫ちゃんのっていう口開けてるやつがめっちゃ可愛くてすごい独特な世界観すぎると思って。結構ブヨブヨするんですよね、猫ちゃんがね。クリアしてはいけないゲームをクリアしないようにエンディングを回避しまくるアドベンチャーゲーム。無理やりにでもゲームをクリアさせてこようとするキャラクターとのやりとりが面白く、いろんな発想でクリアを避けていく過程がとても面白い。これ言っていいですか？これね、私爆速でクリアしちゃってもうバカすぎて。移動式要塞というロマンあふれるものを作り上げ、圧倒的な火力で敵を殲滅していくのが面白い。これね、男の子は好きよ。絶対好き。ネゴートさん的にはどうですか？めっちゃこういうタイプ好き。好き火力制圧。得意っていうか上手ではないけど上手ではないけど、イラストが水彩で描かれた絵がとても綺麗なので、色といい、その水彩のタッチといい、 BGM の感じといい、絶対これチレだし癒されるんだろうなって。いや癒されるっていう言葉で済まないかもしれない。本当えぐられるかもしれない。
飛べました。僕飛べましたとか僕飛べた僕飛べましたなんでだけど飛ぶことがね目標じゃないんですよ。飛んでからがこの問題でして、確かに飛んでから飛行機とかがねその航路上にねなぜか知らんけど衝突する航路を組んでいるこれはちょっと甚だ疑問なんですが、アクションとしてこの完成度がめちゃくちゃ高いっていうのもPV の方を見てくだされば皆さんも分かってるくださると思いますけど、これがちょっと気になる。私探索系好きなので、ちょっといろいろ自由に見たりあちこち見れたりしたらいいなーっていうことをちょっと思ったりなるほど。多分でパリを使うことで敵を無力化できたり戦闘を有利に進めることができる。手書きアートで作り込まれた美しい世界の表現に手書きなのこれすごい。やっぱ時代はパリなんや。パリの時代来てるんだ。パリなんだ。いやパリは確かにね気持ちいいんですわ。確かにゼルダの伝説だとそういう暗いダンジョンのところからもインスピレーションを取っていて、特にその光との付き合い方として、ゼルダの伝説だと一つの光で部屋全体が明るくなるようなこともありまして、自分は逆にいろんな光をつけて少しずつダンジョンを明るくしないといけないというふうにしたかったんです。とってもユニークな点といえば、それは対話、バトル、そして命まで全てカードとして存在することです。プレイヤーは大事なハードカードを守りながら独自のデッキを構築し、会話カードで相手と深く共鳴し、また連撃カードでとどめを刺すこともできます。この全てがカードであるという独自のデザインから、いろんな面白いメカニズムが生まれました。そうですね。私、個人的にはユニコーンガンダムに出るシマンジュっていう、リナンジュで、シマンジュ、っていう機体があるんですけど、そこからインスパイレーションも結構もらってます。で、赤いその機体の場合だと、背中にブースターがあったりとか、敵の攻撃を回避したりとかする能力があるんですけど、そこからインスパイしてもらいました。ゲームコンアジアと東京ゲームショウの時にフィードバックをいただいたところで、やっぱり2人組でプレイするのに、どのぐらい、難しさで難易度を設定するのがいいのかっていう設定を経った後、今に至りました。で、これは、半期をうまく使っていただくと、やっぱりプレイしやすいと思います。で、やっぱり、引きこもりでオタクであるその主人公が最初は結構、もう、この子で大丈夫かっていう心配があったりとかするんですけど、共感できる要素も、いっぱい入れて、イベントもたくさんあります。あと選択肢って、ユーザーさんが選択するところってかなり重要になるように、エンディングシーンも今20個以上今用意しております。すごい。好きなゲームジャンル、パズルとかカードゲームが結構好きで、最初作ったゲームはアクションだったんですけど、このゲームアイデア自体は小学生の時に作ってたもので、小学生の頃にすごい。で当時のなんかメモ取ってたノートがあったんですけど、それ見て思い出しながら今プログラミングできるようになってから作ったゲーム。重力を動かすというギミックをつけただけで、それが面白かったのでこれをゲームにしたいという気持ちで。ですが、この重力を操作するだけでは他のゲーム、例えば有名どころで言うと VVVVVV というゲームがありますんですけど、そのゲームと同じようなギミックだけでなく、今回はまた次元を操作するという新しい要素も取り入れて、で、それを操作してみたらすごく面白かったので、パズルゲームにしようということ。アイスターの場合は、昔、すごくメディアの人に追われて、すごい、取材だったりとか嫌になっていた事件もありまして、だから、ゲームではちょっと、自撮りみたいな極端的な表現という形で、歴史上にこういうことがあったんだ、みたいな感じで、関連性を作ってました。確かに、これ見ると、ちょっと調べたくなりますもんね。なんでこうなんだろうって。実は私、インディーズゲームのクリエイターだったんじゃなくて、ライトノベルを書いていたんです。何本かも出版していたんですけれども、もしかすると認知症のいろいろなジャンルを超能力と見ていれば、すごく面白いんじゃないかなっていうふうに思いまして、私の今のゲームの中のこういった設定も昔出版していた小説の中から来たものです。これ見ていただいてね、
なんというか僕と同世代の人はピンとくるものがあるじゃないかと思うんですけれども、横スクロールのドット絵のアクションということで、メトロイドバニアっちゃメトロイドバニアなのかもしれないんですけど、メトロイドバニアっていう言葉がまだそんなに一般的じゃなかった頃にイースっていうゲームがあってですね、なんかそれに似てると思いませんかね。私たちは2人からゲームを作っています。レトロドット絵スタイルの RPG になっているんですが、ほとんどのインスピレーションは私たちが幼い頃にやっていたゲームボーイアドバンスにあったゲームたちとなります。先ほどゼルダの伝説とかも私たちは参考していて、一番心がけていたのが超自然生物でありつつみんなが理解してもらえる科学的な表現がしたいっていうところですね。例えばゲームの中で現れていた怪物でもどんなものを食べていったのか、本当に現実世界で本当に存在するようなものに近づいていくようなイメージで作っていました。本当にここについてはもっと科学的に論理的に解説できるような作り方をしていました。作り始めた頃は私の現実生活もそれほど良くないっていう感じで、すごくゲームに自分の感情を投影していました。で、作っていくうちに単純な暗いところだけじゃ面白くないなって思っていたので、ユーモアのあるエピソードも追加しつつ、プレイヤーもその自分がプレイしている中で初めは暗かったんですけど、自分が善のアクションをしていくうちに明るくなっていくような体験をお届けしたく、そういうふうに作っていましたね。まず最初はうんこにする予定は全くありませんでした。知らないゲームにする予定も全くございません。でまずゲームデザインからパパッと作ってしまったんですね。キャラクターが自動走行で壁に当たると反射する、ボタンを押すとジャンプすると、その後になってじゃあキャラクターとか世界観決めていきましょうということになるのですが、一応まず市場調査をしたんですね。最近どういうゲームが売れているのかなというのを、どうやら可愛い女の子やら可愛いマスコットキャラクターが出るゲームが人気のようだ、ストーリー性が深いものが人気のようだというのが分かりました。で私は思いました。そういうことをやるのは嫌だなっていう。いろんな犬種のワンちゃんが可愛くストーリーに登場人物として出てくるので、犬好きにはたまらない作品になっております。で、たまにね、なんかミニゲーム的な感じでちょこっと操作できるパートもあったりとかして、それがまたなんかちょっと癖になるようないいゲームなので、絵本とかが好きな方は本当に楽しめる、そんなゲームなんじゃないかなと思います。実は私たち開発の人たちもそれぞれ学校だったりとか仕事だったりとか違う街で生活していた経験もありましたし、その中で片付けているうちに毎回猫ちゃんがどっかの段ボールにいたりとか、そういう体験がすごくありましたので、しかも私たちもみんな猫を持っています。しかも1匹だけじゃないんですよ。本当は最初巻き戻しを一番ゲームのコンセプトとして作りたかったんですけど、バトルにも使えるなって思ってそれを一番最大なコンセプトにしました。例えばバトルしているうちに敵の背後に巻き戻しを使って攻撃することもできたりする、他の巻き戻しのゲームと差別をつくみたいなところになるかなと思います。本当は私も猫を飼っているんですが、面白く感じているのが猫は何喋ってるか全くわからないというところなので、ゲームをデザインしている途中は猫を喋らせないようにしましたね。なるほど。確かに会話はあるけど猫は喋ってないですもんね。確かにですね。実は私が小学生の頃の夢って、実はゲームショップの店長さんになることだったんですよ。でそれなんですけど、私が最近20歳ぐらいの子にですね、ゲームショップの話をしたら、カードゲームショップですかって言われてしまって、もうゲームショップというものを知られていないっていうことをちょっと知ってしまいまして、すごくショックだったんですね。で自分が目指してた夢だった店長さんっていうものがもう忘れ去られていきそうな感じだったので、これはゲームにしないとなと思って。
子供の時ってすごく愛着とかがあって、本当それこそおもちゃがちょっと壊れただけですごく辛い感情ってあったと思うんですけど、なんか大人になるにつれてそれが薄れてきてるっていうのも感じていて、このゲームを通してやっぱその自分が大事にしてたものだったりとか、大事にすべきものだったりっていうところを、この失うっていう体験のところから追体験なのか、これから体験することを体験するのか、なんかそんな感じでプレイヤーの皆さんに考えてもらえたらなって思ってます。はい。シバゲームアワード2025ウィンター。ありがとうございました。ありがとうございました。くじさんも楽しんでね。絶対遊んでね。